おはようございます。先日関東の梅雨入りが発表されましたが、天気予報でもね、明日から結構雨が続きそうな天気で、これは今日逃すと乗れないなということで、前回乗ってからもう丸2ヶ月経ってしまったので、さすがにそろそろ動かしておきたいなというのもあって、NSX を走らせております。早いもんでタフミートから丸2ヶ月が経ってしまいました。去年やっていた月に一度は NSX を動かそう企画はどうなったんだって感じなんですけど、結局やっぱなかなかね、天気だとか、動かしやすさだとか、そういうのを考慮するとね、なかなかやっぱり NSX を動かすハードルが高いんですよね。というのもあって、どうしても本当に NSX じゃなきゃダメだっていう時、NSX 系のイベントに行くだとか、あとはメンテナンスに持っていくだとかっていう時以外はやっぱどうしても乗らなくなってきてしまって、 SC77CBR ですね、こっちもやっぱり乗らなきゃいけない。いけないっていうのは NSX 以上にバッテリー容量が小さいので、2週間に1度ぐらいは CBR は乗ってあげないとバッテリー上がりしちゃう恐れがあるので、やっぱちょっとね、放置度合いが NSX の方が高くなっちゃってますよね。NSX はバッテリーは常時充電してるので、CBR の方も常時バッテリー充電しときゃいいじゃないかってなるんですけど、ちょっとね、電源の口だとか、あとはコンセントの位置と離れてるとかいうのがあって、なかなかちょっとね、2台同時に充電しとくっていうのは難しいので、 CBR の方は充電はせずに2週間に1度は乗ってあげるという形になっています。雨の合間を縫って NSX を走らせているんですが、どこに行くかというと、ちょっとメンテ相談というかですね、T3 テックに油温対策の相談に行こうと思って向かっております。前回のね、油温対策。はい、断熱材はこんな感じ。石綿がついて、アルミ材が手でくにゃって曲がる程度のものですね。これを駅マニに巻くと、全く効果がなかったわけじゃなくて、2度ぐらいかな、2度3度ぐらいは油温が下がったので、効果はあったんですけど、ちょっとね、それでもやっぱり鈴鹿を全開で走ってると125度は超えてきてしまう。まだできることがあるだろうということで、いくつかアイデアはもらっているんですけど、ちょっとそれをいつ頃やろうかとか、本当にこの形でやるかっていうのを、梅雨で雨が降り出す前に、長雨になってしまう前に相談して、で、大体の作業時期も決めたいなと思っています。とは言っても、次に鈴鹿を走るのはきっと12月になるので、期間的にはまだ半年余裕があるんで、その半年の間のどっかでできればなって感じなんですけど、463を走って
珍しくここの2車線が1車線に変わるところ渋滞してない。珍しい。土曜のこの時間なんてこの道は必ず2車線が1車線に合流するところは渋滞して、この先もずっと渋滞してるのに、すげえ珍しい。こんなにここをすんなり通れることなんてほぼほぼないよね。まあとはいってもこの先の航空公園の横の辺りはきっと渋滞してるでしょうけど。この先一般道一時停止待ち伏せエリアに注意してください。およそ300メートル先航空記念公園左方向です。バイクツーリングですか。いいね。インカムつないで走りながら会話して。マスツーやったことないけど、マスツーも楽しいんだろうな。気の合う仲間とだけど。車のマスツーだとね、どうしてもインカムみたいなものがないから、走りながら会話するってなかなかできないけど、たまにトランシーバー使ったりもするけど、そういう意味じゃコミュニケーションはバイクの方が取りやすいのかもしれないね。車は車で何人か乗せて1台でとか、そういうのはできるけど、バイクにはバイクの良さがある。まもなく航空記念公園左方向です。この信号を左です。曲がるとこ間違えましたというか、数ヶ月ぶりに通ったらここの交差点工事されていて綺麗になって、あ、こっち曲がるんだって思ったら直進でした。なんか随分この交差点変わっちゃったな。一番右のレーンを走っていれば大丈夫って思って一番右のレーン入ったら右折専用だった。しまった。まあ間違ってしまったものは仕方がない。ターンしてこれを戻ってきました。この信号も右です。これで予定の道に戻りましたと。やっぱりこっちの179号だけかな。こっちは混んでるよね。なんとかこの T3 に行く時の所沢近辺の渋滞を避けたいんだけど、いい道がないんだよね。こっちから行かないとなると、川越方面から16号経由で行くか、もしくはもう圏央道を乗ってしまうぐらいしか回避ルートがないんですよね。渋滞にははまりたくはないけど、ルートが限られてるから仕方ないよね。問題はここではなくてこの先なんだけどね。
英武線だかなんだか、あそこの下を通るところの細い道がいつも渋滞がすごいんだよね。珍しい。ここもあんまり混んでない。どうしたんだろう今日は。対向車線はいつものように混んでいるけど、内側はあんまり混んでいない。珍しいこともあるもんだ。この調子でここがスルッと抜けてくれると嬉しいんだけどな。一番の渋滞箇所はほぼほぼ渋滞なしで抜けられました。これは素晴らしい。この道は何度も通ってるけど渋滞なしで抜けられたことってほぼほぼないんじゃないかな。いやー、助かる。あと数キロで T3 です。いや、全体的にここまで流れは良かったな。およそ300メートル先、左方向です。まもなく左方向です。左です。まもなく目的地周辺です。今日は作業はないので中には入れずに外に止めておきます。目的地に近づきました。案内を終了します。こっちに寄せとくかな。 1時間29分です。運転お疲れ様でした。はい、到着。相談も終わったので帰ります。いいよ。